日本語デイリーポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは、ゆいです。こんにちは、はるきです。ゆいさん、最近どうですか？なんだか忙しそうに見えますけど。はい、おかげさまで毎日があっという間です。リスナーの皆さんはお変わりないですか？元気に過ごしていると嬉しいです。さて、このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのための番組です。はい。通勤や通学の途中とか、寝る前のリラックスタイムとか、コーヒーを飲みながらとか、皆さんが好きなスタイルで気軽に日本語の会話を聞き流してもらえたら嬉しいです。日常の練習にちょうどいい、そんな場所になればいいなと思っています。ところではるきさん、最近人と話していてふと思ったことがあるんです。どんなこと？人と良い関係を続けるために一番大切なことって何かなって。いろいろあるとは思うんですけど、やっぱり基本はこれかなって思ったものがあって。なるほど、興味深いね。ちなみにゆいさんが思ったこれっていうのは何？やっぱり信頼です。信頼がないとどんな関係も始まらないし続かないなって。確かに。信頼。そしてその根っこにある真心。今日のテーマにぴったりかもしれないね。じゃあ今日のテーマはそれにしましょう。今日のテーマは信頼と真心です。いいですね。少し真面目なテーマかもしれないけど、とても大切なことだと思います。皆さんも誰かを信じる気持ちや誰かに信じてもらうことについて少しだけ考えながら聞いてみてください。はい。では本日も最後までどうぞよろしくお願いします。さて、今日のテーマは信頼と真心だけど、ゆいさんは信頼ってどういうものだと思いますか？信頼ですか。私が思う信頼は、なんていうか、この人なら大丈夫って心から思える感覚かな。理屈じゃなくて、もっと気持ち的なもの。はるきさんはどうですか？僕は信頼は時間をかけて育てるものだと思っています。レンガを一つ一つ積み上げて家を建てるみたいに、小さな約束を守るとか、正直な行動を続けることで少しずつ大きくなっていくもの。へえ、レンガを積み上げるイメージですか。面白い。はるきさんらしい分析的な考え方ですね。そうかな。だから一度でも嘘をついたり裏切ったりすると、その積み上げたものが一気に崩れてしまうような壊れやすいものでもあると思うんだ。それはわかります。一度って思うことがあると、前と同じ気持ちではいられないことありますよね。ところで、日本語には信用と信頼っていう似た言葉があるよね。この違いって学習者の人には少し難しいかもしれない。確かに。私、正直に言うと、時々どっちを使えばいいか迷います。はるきさん、ぜひ教えてください。これ今日の共感ポイントですね。そうだね。簡単に言うと、信用は過去の実績やデータを見て、この人は大丈夫だろうと判断すること。例えば、銀行がお金を貸すとき、その人の過去の記録を見て判断する。これが信用。なるほど。過去が大事なんですね。そう。一方で、信頼はその人の未来の行動を信じること。実績やデータがなくても、その人の人柄や人間性を信じて、この人なら未来もきっと大丈夫だと思う気持ち。だから、友達との関係とか家族との関係で使うのはほとんどが信頼だね。すごくわかりやすいです。信用は過去、信頼は未来への気持ちなんですね。ありがとうございます。じゃあ、真心っていうのは、その信頼を作るための材料みたいな感じですかね。いい表現だね。僕はそう思うよ。真心、つまり心からの行動や正直な気持ちがなければ、本当の信頼関係は生まれないんじゃないかな。心からの行動か。例えば私が道で荷物をいっぱい落としちゃった時に、ある人が何も言わずにさっと集めるのを手伝ってくれたんです。その時、その人の行動に真心を感じて、一瞬で、この人いい人だなって信頼できる気がしました。そういう経験は信頼の始まりになるよね。ただ、僕が思うのは、本当の意味で深い信頼を築くには、
やっぱり一瞬の出来事だけじゃなくて、継続的な正直さが必要だということなんだ。継続的な正直さですか。そう。実はその正直さがどれだけ大切かということを教えてくれるとてもいいお話があるんだ。中国の古いお話なんだけど、ゆいさん聞いてみたい？聞きたいです。ぜひお願いします。そのお話はね、空の植木鉢というんだ。空の植木鉢、空っぽの植木鉢ですか？その通り。昔々、中国での話。国の王様がもう年を取って、次の王様、つまり後継者を探さなければなりませんでした。後継者、大変ですね。国の一大事だ。うん。でも、王様には子供がいなかった。そこで、王様は国中から花や植物を育てることが好きな子供たちをみんな集めたんだ。子供たちを？どうしてですか？王様は言った。これから皆に特別な花の種を一つずつあげよう。この種を持って帰って1年間一生懸命育てなさい。1年後、一番美しい花を咲かせたものを次の王様にする。と。わあ、すごい夢がありますね。子供たちは大喜びだったでしょうね。もちろん。その中にピンという名前の男の子がいた。彼も植物を育てるのがとても上手で有名な子だったんだ。彼も種をもらって家に帰って一番いい土を植木鉢に入れて大切に種を植えた。毎日毎日ピンは水をあげて植木鉢を太陽の光がよく当たる場所に置いた。でも1週間経っても1ヶ月経っても種から芽が出なかったんだ。どうしてでしょう？あんなに上手な子なのに。ピンも不思議に思った。土を変えたり、もっと大きな植木鉢に移したり、いろいろ試したけど、全く何も育たない。周りの子供たちの植木鉢からは、どんどんきれいな花が咲き始めたという話が聞こえてくる。うわあ、それは焦りますね。かわいそう。ピンは悲しくて、恥ずかしくて、だんだん外に出られなくなってしまった。そして約束の1年が経った。国中の子供たちが見事に咲いた花を持ってお城に集まってくる。みんなの植木鉢は赤や黄色、紫の美しい花でいっぱいだった。ピン君はどうしたんですか？ピンは空っぽの植木鉢を持っていくのが嫌で泣いていた。すると彼のお父さんが言ったんだ。お前は1年間毎日一生懸命世話をしただろう。それがお前の真心だ。正直にこの空っぽの植木鉢を王様に見せに行きなさい。と。いいお父さん。ピンは勇気を出して空っぽの植木鉢を持ってお城の広場の一番後ろにこっそり立った。王様は子供たちが持ってきた色とりどりの美しい花を一つ一つ見て回っていた。でも、なぜか王様の顔は曇ったままだった。どうして？みんな綺麗な花を持ってきているのに。そして、王様は広場の隅で空っぽの植木鉢を持ってうつむいているピンを見つけたんだ。王様はピンを前に呼び、どうして君の植木鉢は空っぽなのだと聞いた。ドキドキしますね。ピンは涙をこらえながら正直に答えた。王様、申し訳ありません。私はこの1年間、毎日水をやり、土も変え、一生懸命お世話をしましたが、どうしても芽が出ませんでした。と。すると、それを聞いた王様は、にっこりと笑って、みんなにこう言ったんだ。次の王様が決まった。このピンだ。と。なんで？他の子供たちは驚いてざわざわし始めた。王様は続けた。皆、よく聞きなさい。私が1年前に渡した種は、すべてお湯で煮た種だったのだ。だから、絶対に芽が出るはずがない。と。そういうことだったんですか？じゃあ他の子たちの花は？そう、王様は言った。芽が出ないからといって、
皆は違う種に植え替え、嘘をついた。だが、このピンだけが正直に真心を持って空っぽの植木鉢を持ってきた。この国を治める者に最も必要なものは美しい花ではない。この正直さなのだ。と。すごい。なんだか鳥肌が立ちました。このお話は、正直さという真心が最終的に一番大きな信頼を得るということを教えてくれるんだ。本当ですね。目先の結果をごまかすんじゃなくて正直であることが一番強いんですね。空っぽの植木鉢が一番価値があったなんて。いやー、春樹さん、いいお話ですね。空の植木鉢、心に残りました。よかった。この話、僕たちの日常にも当てはまると思うんだ。と言いますと？例えば、仕事で何か失敗してしまったとき、正直に、すみません、私のミスですっていうのはすごく勇気がいるよね。いります。怒られるかもしれないし、評価が下がるかもしれないって思っちゃいますから。でも、そこで嘘をついたり、誰かのせいにしたりすると、その場はごまかせるかもしれない。でも、もし後でその嘘がバレたら？うわー、考えただけで怖いです。信頼はゼロになりますね。もう何を言っても信じてもらえなくなっちゃうかも。そうなんだ。逆に勇気を出して正直に謝れば、上司は失敗はしたけど正直な人間だと思ってくれるかもしれない。それが長い目で見た時の信頼につながる。ピンが空っぽの植木鉢を持っていったのと同じことだよね。なるほど。正直が一番の近道ってことわざもありますもんね。本当にその通りだな。友達との関係でも同じですよね。そうだね。ちょっと言いにくいことでも、相手のことを本当に思っているなら正直に伝えた方がいい時ってありますよね。その時は気まずくなるかもしれないけど、後から私のために言ってくれたんだなーって、もっと深い信頼関係になれる気がします。まさに。それが真心のこもった行動だと思う。相手を思うからこその正直さ。それが相手に伝われば、信頼は壊れるどころか、もっと強くなる。わかります。信頼って何かをしてもらうことだけじゃなくて、自分自身が真心を持って正直でいることで、相手の中に生まれるものでもあるんですね。そうだね。そして、一度築いた信頼を絶対に裏切らないように大切にすることも重要か。裏切りはどんな小さなものでも相手の心を深く傷つけるから。そうですよね。積み上げるのにすごく時間がかかるのに壊れるのは一瞬ですもんね。レンガのお家の例え思い出しました。だからこそ日々の小さなコミュニケーションの中で正直でいること、真心を見せることが僕たちが豊かな人間関係を築く上で一番大切なことなんじゃないかな。はい。今日の話を聞いて改めてそう思いました。私も空っぽの植木鉢を正直に持っていけるような人でいたいです。僕もだよ。というわけで、今日は信頼と真心というテーマでお話ししてきました。なんだか心が洗われるような時間でしたね。今日の話がリスナーの皆さんの日本語学習の助けになったり、何かを考えるきっかけになったりしたら嬉しいです。もしこのエピソードが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。僕たちの大きな励みになります。それでは今日のポイントを3つのフレーズでまとめます。今日のベストフレーズ3選です。1つ目は、時間をかけて育てるもの。信頼関係はすぐにはできず、日々の積み重ねが大切だという意味で使いました。2つ目は、心からの行動。真心とは何かを説明するときに使った言葉です。そして3つ目は、正直が一番の近道。物語の教訓であり、信頼を得るための最も大切な考え方ですね。この3つのフレーズ、ぜひ覚えて使ってみてください。はい。そして今日のポッドキャストの完全なスクリプトは私たちのブログで全部読むことができますよ。今、春樹さんが紹介してくれたベストフレーズ3選ももちろん会話の中でチェックできます。
アドレスは japanesedailypodcast.blogspot.com です。復習にぜひ活用してくださいね。よろしくお願いします。そして最後にリスナーの皆さんへの質問です。皆さんにとって信頼とはどんなものですか？また、正直でいてよかったと思った経験はありますか？小さなエピソードでも皆さんの考えでも何でも大歓迎です。ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの国の似たようなお話も聞いてみたいですね。いいですね。いただいたコメントは全部私たち読んでいます。そして面白い質問やストーリーは将来のポッドキャストのテーマになったり、特別なビデオで取り上げさせてもらうかもしれません。皆さんの参加をお待ちしています。それでは今日はこの辺で。はい。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。